おはよう、こんにちは、こんばんは。一手請求へようこそ。今回は人生に旅立ちを刻んだ人物に迫っていこう。呼んだか？あなたは今日の主役でもゲストでもないはずだが。そう固くなるな。通ったついでに顔出しただけさ。カメラはまだ回ってないな。俺も知りたいんだ。あの子が今旅をどこまで進めてるのか。通ったスタジオの真ん中を。ああ、姫子のことなら多少は知ってるぞ。それもそうだな。では彼女が歩んできた物語から語ろう。かつて星空を仰ぎ墜落した列車を一人で修理した少女。彼女はついに理想を現実にし仲間を導くナビゲーターとなった。今旗を掲げて立つ彼女は道を示し列車組と共に先へと走り出す。今回の一手請求では開拓の道を突き進むナビゲーター姫子旅立ちに迫っていこう。過去を遠くに置いてきたとでも言いたげな口ぶりだな。それが何か問題でも？いや、まあいずれ話すか。こういう番組は前振りとか段取りが大事だからな。続けてくれ。では姫子旅立ちは知恵の運命を歩む炎属性キャラクターで味方全体に装甲を操縦させて戦う。さらに初の支援スキル持ちキャラである彼女は装甲とともに味方の行動に合わせて支援を行う。まさに胸熱の合体技。列車の何でも屋は本当に大変だな。通常攻撃では指定した敵単体に炎属性ダメージを与える。オープニングはシンプルなのがいいよな。戦闘スキルでは一定ターン継続する導く旗印を獲得し直ちに支援スキルの発動可能回数をリセットする。さらに継続中は味方全体の余ダメージがアップする。次はいるだけで共鳴を起こす真のナビゲートをご覧あれ。姫子旅立ちがフィールドにいる時境界星開きの視界が展開し星を開く者が出撃。味方が支援スキルを使用可能に。味方が支援スキルを使用すると星を開く者は即座に攻撃を行い敵全体への一定回数の炎属性ダメージとランダムな敵単体への一定回数の炎属性ダメージを与える。また彼女の全属性耐性貫通と会心ダメージがアップし攻撃時弱点を無視して人生を削れる。彼女の支援スキル発動は回数を消費せずより高いダメージを与える点も注目だ。導く旗印継続中は彼女のターンで毎回支援スキルの発動可能回数を1獲得。列車のあいつらはどうした？特別な絆があるんだろう？特定の開拓仲間キャラが支援スキルを発動すると姫子旅立ちの対応する同行協定が有効になるんだ。開拓者サンデー炭鉱が発動すると同行協定採決を。美月なのかベルトが発動すると同行協定殲滅を獲得する。ほう、装甲の操縦方法は一つじゃないのか。その通り。2つの操縦方法を生かして戦術も2通り楽しめるぞ。採決では姫子旅立ちのダメージがアップ必殺技ダメージはさらにアップする。自身以外の味方の必殺技が一定回数発動すると即座に回数を消費しない支援スキルを1回発動するぞ。味方の必殺技発動が姫子旅立ちの支援スキルの回転を上げてくれる。殲滅では味方全体の会心ダメージがアップ戦闘スキルの会心ダメージも追加でアップだ。味方の攻撃が一定数の敵に命中するたび姫子旅立ちが即座に敵へ支援スキルを1回発動。これは回数を消費しないぞ。つまり味方全体の戦闘スキルダメージがアップし敵に命中するほど支援スキルが発動するわけだ。いろんな解き方で答えてあげるってわけか。見事だ。ただ戦えるじゃなくて臨機応変さもあるわけだな。
だがあいつらの出番なのに姫子が出てるし、サボる気か？ご心配なく。他の開拓仲間は支援スキルを発動した後即座に追加ターンを1獲得するから、出番が来たらちゃんと働くぞ。1回の戦闘中の同行協定による追加の支援スキル効果の発動可能回数には上限があるが、姫子旅立ちの必殺技発動でリセットできる。必殺技では星を開くものを操縦し、超高速粒子ビーム機動殲滅パルス砲が発動可能に。超高速粒子ビームは敵全体に炎属性ダメージを与え、原動力を1獲得する。必殺技1回中の超高速粒子ビームの発動回数には上限がある。原動力を全て消費して発動する機動殲滅パルス砲は敵全体への炎属性ダメージに加え、消費した原動力の数に応じて追加でランダムな敵単体に一定回数の炎属性ダメージを与える。上限に達すると自動で原動力を全て消費し、機動殲滅パルス砲を発動。即座に敵へラストアタックを放ち、ランダムな敵単体に一定回数の炎属性ダメージを与える。なんだその名前は。列車にいる茶髪メガネの小僧がつけたのか？ベルトは落ち着いた頼もしい大人だぞ。別にそいつだとは言ってない。本題に戻ろう。姫子旅立ちがパーティーにいる時、秘技ポイントの上限がアップする。秘技を発動すると巡航状態に入るから、臨場感たっぷりのコックピット視点を楽しめるぞ。操縦もうまい。さすが俺の娘。今知ったのか？番組にはボケ役もいるだろ。今それを言ったら台無しだが。最初から言おうと思っててな。ボケずに私をコケにして巡航状態は一定時間継続し、一定範囲内の敵を全て攻撃する。通常エネミーならその場で倒し戦闘に入らない。そうでない場合は戦闘に入った後、各ウェーブ開始時即座に敵に戦闘スキルを1回発動する。敵に命中しなかった場合、秘技ポイントは消費されないぞ。いい説明だな。同僚にも見習ってほしい。打ち合わせのたびに話がとっちらかるから、いつも俺がまとめ役なんだ。ではまとめだ。パーティーを導く姫子旅立ちは星を開くものの操縦をメインとするアタッカー兼サポーターだ。汎用性の高いスキルや編成の自由度の高さを生かして味方を支え、多彩な戦術を展開する。コックピット視点も新たな体験をもたらしてくれるぞ。巨大な星を開くもので戦うだけでなく、星を開くもので味方を支援したり代わりに攻撃したりすることも可能だ。このように味方全体のテンポと火力を引き上げ、戦闘で大活躍してくれる。味方の必殺技発動で姫子旅立ちの必殺技発動頻度を上げる採血。味方全体の戦闘スキルダメージがアップし、攻撃が命中するほど支援スキルが発動する殲滅。彼女の戦闘はただ敵を撃退するだけではない。幾度となく本当の導きを与えてくれるのだ。列車はあの子を随分遠くまで連れてったんだな。いや、むしろ彼女が列車を導いたんだ。今回はここまで。また会おう。次の目的地に向かって出発進化。終わった。大金帰宅。ゲストの乱入もあったが、なんとか終点にたどり着いたな。一手請求さん、一手請求さん、出前のお届けです。頼んでないが。いや、今来るのもおかしい。絶対ただの出前じゃない。俺が頼んだ。あんた用にな。私に？なんだか素直に喜べないんだが。喋り同士で疲れただろ。だから楽にして。待ってくれ。この番組はたまに残業もあるが、そんなブラックじゃない。仕事は大好きだし、私の生きがいなんだ。楽にして。待っててくれん。肝が冷えた。もう次から絶滅大君が来たら絶対に私だけでは応対しないからね。